ブランマンジェは古いフランス語で白い料理という意味があり、肉も入ったりしていたようですが、日本ではババロアのようなデザートとして広まりました。歴史は古く、中東で砂糖とアーモンドの粉を使ったレシピが7世紀頃にヨーロッパに伝わり、中世にはオードブルなど高級な料理として提供されました。19世紀頃には甘いデザートとなり、宮廷で食されていました。ちょっとおしゃれなデザートです。はい、今日はクッキングノートの240ページブランマンジェを作りたいと思います。分量の水にゼラチンを溶かし入れておきます。このゼラチンの量がクッキングノートは間違ってると思うので、今日は多分大さじと小さじの間違いだと思う。小さじの量でやってみたいと思います。はい、ではお鍋にコーンスターチ、砂糖、牛乳入れます。で、火をつけます。はい、煮立ってきましたらゼラチン入れていきます。火を止めますね。よく溶かします。実はクッキングノートのレシピ通りに作ったら固まりすぎて日本のウイローのようになってしまいました。あれ、これウイローやんと思うくらい、それはそれで懐かしい食感で美味しかったですが、でもブランマンジェとは違う。推測するにゼラチンの分量が大さじ2杯ではなく小さじ2杯、つまり 20g ではなく 6g だったのではないかと。道理で最初分量の水では 20g のゼラチンは溶けきらず、混ぜ合わせるのに時間がかかり苦労しました。そしてもう一度 6g でやってみたら美味しく出来上がったというわけです。これは明らかに出版時の構成ミスだったのでしょう。ウイローの作り方とは違いますが、ウイローを食べてみたいと思われたらゼラチンを 20g でやってみてください。ゼラチンをよく溶かします。バニラエッセンスを加えます。はい、器を準備してシロップを塗ります。流し入れていきます。はい、冷蔵庫で冷やし固めます。冷蔵庫で固まりました。で、これを桃缶を敷いてブランマンジェの完成です。